ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回紹介する作品はこちらの収納ポーチになります。で、ファスナー付けは苦手な方はとても多いと思うんですが、今回は基本的なファスナーの付け方を丁寧に紹介していますので、ぜひ動画をご覧いただきながら一緒に作ってみてください。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。今回はこちらの定規を使います。もちろんね、定規がない方でも映像をご覧いただきながら作ることができますので、一緒にチャレンジしていただけたらと思います。で、著書の方は概要欄にもリンクが貼ってありますので、よかったら本がお手元にない方はご購入をご検討いただけますと嬉しいです。今回のこのね、今並べてありますけれども、こちらがね、全て収まるようなポーチになっています。で、今回の付録の定規をこう入れていくとぴったり収まるんですけれども、さらにはこれだけじゃなくて、普段皆様がお使いのこの30センチの定規、教室に行かれている方なんかはこういうふうに一つにまとめて大きなものとかですね、特にハサミとか長い定規っていうのはなかなか収納するものってないんですよね。ここにはね、細々したものを入れることができます。あと持ち手をつけてますので、収納するときはこうどこかに引っ掛けておいたりとか、バッグの中に入れるときもこの持ち手があることでちょっとね、可愛らしく見える感じになっております。是非ね、皆様のお気に入りの生地で作ってみてください。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。画面をご覧いただきながら材料の準備をお願いします。今回使用する素材はラミネートの素材になります。お好みでアクセントタグなどご準備ください。それではまず最初にファスナーパーツから作っていきます。ファスナーのこの脇タブをまず2つ折りにしてください。2つ折りにしたら、この輪になったところの際から 2mm ほどを縫います。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7 になります。縫い目の長さは 3.0、 ミシンの針は14番をご準備ください。はい、ではこんな感じで際が縫い終えたところになります。そしたらこのように合わせていただいて、今クリップで留めてるこの部分を上下端から 2mm ぐらいのところで仮止めをします。そしたらファスナーを押さえに変えて針を左側にします。縫い終わりは返し縫いをしましょう。この部分ですね、ファスナーに乗っかる部分は返し縫いをしておきます。はい、では両方ともファスナーのこの脇タブがついたところになります。裏面はこのような感じになっています。で、同じ工程が続きますので、こちらの方で紹介していきます。まず長い方のファスナーですね、この端のこのタブのところを端っこしっかり揃えましょう。この後ろのこの脇タブを基準に下から留めていくようになります。で、止まったらこうファスナーを少し開けておきます。で、この端のところは三角でこう折ります。こんな感じで折ってみてください。で、クリップで留めておきましょう。それでは端から端まで 7mm を縫います。7mm を縫うときはこのファスナーのこの縞模様をちょっと基準にされるといいかなと思います。この端からこの一番最初に見える折り山のところがだいたい 5mm になっております。その隣に来るこの線が 7mm の目安になります。普段私が縫うときはこの線を目安にこう縫っていくんですけれども、この線が見にくいわという方はマスキングテープを活用したり、ちょっと印をつけておくといいですよ。この線のところに少しずつですね、ピーッと線を引くんではなく、自分の目線の置き場と考えてちょっとずつこう点々をつけておくような感じです。自然に消えるペンなどを活用してください。
でファスナーを縫う時もこのままファスナー押さえを使います。針が左側になっていて、押さえがこの金具の上に乗っていないかを確認しながら縫い始めてください。でまず最初にこの今クリップ外しちゃいますけれども、この折ったところ、この位置に針を刺します。布がめくれてこないようにするための最初の針になります。この三角で折る方法をやる場合はこの方法をちょっと参考にしてみてください。で押さえを下げますね。でこのまま前に2目ほど進めましょう。はい、で2目進んだら返し縫いをします。はい、しっかりこのファスナーの終わるところまで縫いましょう。でその後はもう前に進んで、この印をつけたところですね、端から 7mm のところを縫います。少しもう動かせるようになっているこのアジャスターをですね、動かしていきます。押さえを上げてアジャスターを閉じます。でまた押さえを下げましょう。はい、で常にこのファスナー縫う時は手前のところですね、平らになった状態で縫うようにします。でマスキングテープを使う場合はこの布の端とこのマスキングテープの端が合うようにして縫いましょう。では縫い終わりのところも 7mm ですね、今度はマスキングテープを目安にしながら端まで縫います。返し縫いをしましょう。では返し縫いする時ですね、できるだけ端までこう針が落ちて布を糸でこう巻き込むような仕上げ方を私はおすすめしています。できるだけねこう逃げてちょっとこわごわとこの手前で外してしまうよりはこの端までやることが、仕上がりに響いてきますので、是非参考にしてみてください。はい、縫い終えたところになります。いかがだったでしょうか。こう印をつけたりマスキングテープをすることで綺麗に縫えてるかなと思います。でこの後際を縫いますので、縫い代を倒していきます。そういう時にこのコロコロオープナーがあると便利です。ラミネートはアイロンがかけられないので、こういう風に圧をかけてですね、しっかりと折り目をつけておくことで布がこう持ち上がってこなくて綺麗に仕上がることができます。指でねこう下ろしながらやることももちろんねできるんですが、ちょっと道具を使うことで仕上がり綺麗になりますのでおすすめしています。でこちらの小さい方も同じようにして倒しておきます。そうしたら際を縫います。針を右側になるようにして押さえを付け替えてください。このように合わせた時にこの金具の上に押さえが乗らないようになります。これ常に確認しながら進めるようにしてください。厚みがある部分を縫うので、返し縫いしながら縫うと少し難しくなるかなと思います。こちらはできる方は返し縫いをしていただいて、できない方はそのままこの際から縫うように心がけてください。少し前に進めて、大丈夫そうなら返し縫いをしましょう。際を縫っていきます。際はだいたい 2mm ぐらいがいいんですけど、この押さえの端をここの際のところにピタッとくっつけるとだいぶ際を縫うことができますよ。目線の位置が難しい場合はそれを目安にしてみてはいかがでしょうか。 1mm ぐらいか 1.5mm ぐらいで縫えるんじゃないかなと思います。でラミネートはゆっくり縫うのが基本です。で速度を途中で速めたり遅めたりするとミシンの縫い目が安定しませんので、そのあたりは気をつけながら進めてみるといいかと思います。はい、そうしたらアジャスターが今一番端っこのところにいますので、これをまたずらしてあげます。ここで閉じましょう。でもう一度押さえを下げて、必ずね手前が平らな状態で縫いましょう。はい、ではこのような感じで際が綺麗に縫えたところです。皆様いかがでしょうか。反対側を縫いますので、またこうポタンと閉じましょう。閉じたらまたファスナーが見える面を自分の手前にしてこの脇から留めていきます。でファスナーは10センチほど開けておきます。はい、そうしたらですね、縫い始めは先ほどはこのファスナーの開き口からだったんですが、反対の時はこのファスナーのこの脇タブの方からずーっと縫います。
押さえのこの金具がここで乗らないように方向を気をつけながら進めていきます。で今度は脇のこのタブからなので1センチ先に針を下ろして返し縫いからスタートします。で縫い終わりのところに来たらクリップを外してこう目打ちのでしっかり押さえておきましょう。目打ちを使うとこう指先の代わりになりますので綺麗に仕上がっていきます。そしたら表にして先ほどと同じように際を縫っていきます。コロコロオープナーを使ってしっかりとこの際を倒しておきます。いろんな形のポーチをこれまでにも YouTube の動画で紹介していますので、他の動画もよかったらご覧いただけたらと思います。内布がついたポーチも紹介しております。で今度縫う時はですね、こちらから縫いがちなんですけれども、ここから縫うとですね縫い終わりが非常に縫いにくくなりますので、最初に縫いにくい方から縫うようになります。こんな感じでちょっとトンネルを作っていただいて、縫い始めはこのような感じでこのファスナーのこのタブの方から縫っていくようになります。最初はちょっとね縫いにくいんですけれども、この形をまずね作ってみましょう。そしたらこの玉をですねしっかりと避けておけば、この家庭用ミシンですね、そのまま縫うことができますので、しっかりとこの指で押さえておきましょう。ずらさずにそのままいけます。ゆっくりいきますよ。そしたら持ち手を作ります。持ち手は四つ折りにします。今回アイロンがかけられませんので、このコロコロオープナーを使って折り目をつけていきます。こちらはねいつものやり方といつも紹介している方法と同じです。でこう広げたら折り目がついてますので、折り目に合わせて端をこう重ねていくような感じですね。こうパタンと閉じて四つ折りにします。はい、そしたら片側だけ際を縫うのですが、際を縫う時に便利なのがこちらの立ち目かがり押さえになります。こちらねよく動画でも紹介してるんですが、本来はジグザグ用の押さえパーツになります。こちらのこのエッジのところをこの布端に揃えて縫うことで際が非常に綺麗に縫えますので、こちら活用されることをおすすめします。はい、ではこんな感じでこのエッジのところをですねこの端のところに合わせて縫っていきます。最初と最後は返し縫いをしましょう。そうしたら内側のファスナーポーチを作ります。まず1回裏にしましょう。ここの脇ですね、ここの脇のところを留めていきます。上しっかり揃えましょう。そしたらここを 7mm で縫います。家庭用ミシンの押さえの端を活用します。この押さえの端がこの端に合うようにして縫えばだいたい 7,8mm で縫えますので、家庭用ミシンの方はこの押さえを活用してみてください。ちょっと最初の部分に厚みがあってやりにくいと思いますが頑張ってください。そしたらこの角の部分を切り落とします。だいたい30度を目安にこの縫い目から 2mm ぐらいを残して、こんな感じで斜めにカットしましょう。そしたら表にしていきます。はい、ではこんな感じでポーチがね一部できたところです。で一回ファスナー閉じてこの端のところも留めておきます。今度は表側から仮留めをするようになります。端から端までを 5mm で縫いましょう。
そうしたらこの本体に合い印をつけていきます。まず一度開けて裏にします。両端をしっかり揃えてクリップで留めましょう。そしたらこの輪になったところを横2ミリ、縦3ミリでカットします。いつもの中央の合い印の付け方と同じです。このようにしてください。で、反対側も同じです。そうしたら今度は合い印をつけるのに便利なこの一番小さな定規を活用していく方法を紹介します。今中央の合い印をつけて表にしたところです。この後この脇タブをつけていきます。そうしたらこちらの定規を使ってこの2と書いてあるのが2センチになりますので、この今つけた合い印から2センチのところにこの脇タブを仮留めしています。1枚の面になります。それでは今度はこのファスナーポーチとこの持ち手を同時に仮留めをしていきます。まずファスナーポーチの方はこの中央に合い印をつけましたので、合い印のところにピタッと合わせます。これをね、内側に入れてください。そうしたらこの持ち手は縫い合わせを外側にして同じようにこの底の中央のところですね、ちょうどこのポーチと合わさるようになります。ちょっとここ重なり厚くなりますが、ここもぴったり合わせましょう。で、反対側の持ち手なんですが、こういうふうに持ち上げてこのファスナーのこのポーチのちょうど段差のとこですね、ここのところが重なり合わないようにして重ねましょう。ここはちょっと手で触りながら厚みを確認して進めていく場所になります。厚みができるだけ分散するように配置をしてみてください。端からこの端まで5ミリで仮留めをします。今度はラミネートの上を縫いますので、このラミネート押さえの方に変えておきます。端から5ミリを縫いましょう。持ち手とかずれやすいので必ず返し縫いをしておきます。ところになります。内側はこのようになっております。はい、そうしたら中表にして上から縫いましょう。で、持ち手とかポケットのところは返し縫いをします。布端を揃えながら縫いましょう。では最初と最後は返し縫いをして、あともう少しなので頑張りましょう。で、タブのあるところは返し縫いをしておきます。はい、では縫い終えたところになります。では表に返していきましょう。角のところですね、しっかりと折ってから表にすると綺麗に出てきますので、内側から目打ちで出すようにしましょう。この部分も厚みが増してますので、しっかりと角を出してからやると仕上がり綺麗になります。ゆっくりと出していきます。ここをね、あまり切ったりしない方がこの部分は綺麗になるかなと思います。はい、ではいよいよ完成です。はい、いかがだったでしょうか。今回はファスナー付けがね、ちょっと難しい部分も多かったと思うんですけれども、一枚布で作る基本的なファスナーの付け方を紹介させていただきました。お気に入りの生地で手作りを楽しんでいただけたら嬉しいです。動画が参考になりましたらグッドボタンとコメントもいただけますと大変励みになります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね、防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。